今私は札幌ファクトリーのユナイテッドシネマにて通算3回目となる鬼滅の刃を見てきたところであります。通算3回目、まさか3回も鬼滅の刃を見ることになるとは、予想だに想像だにしていませんでした。なぜ私が3回も鬼滅の刃を見ようと思ったのかと申しますと、今回はですね、鬼滅の刃を 4DX のスクリーンにて見ました。シートがこう動いて風が吹いて、水しぶきがかかる4DX で見ました。というのが確か2回目の、鑑賞が終わった後、誰かの SNX で鬼滅の刃を 4DX で見るととても臨場感があって楽しいよというのを目にして、だったら2回目の私の鑑賞を 4DX にすればよかったなと、ユナイテッドシネマのホームページ上映スケジュールを確認したら、確かその時はなかったんですよ。ところがちょっと前にもう一回、上映スケジュールを見てみたら、鬼滅の刃の 4DX が復活してて、じゃあ見るしかないでしょう、3回目を 4DX にてということで、派遣の仕事が休みの今日土曜日見に来たのであります。結論としては、映画自体は面白かったし、その浮遊感、無限城の大空間を本当にカラスと一緒に飛んでるかのような浮遊感、疾走感はとても良かったですし、あとその戦闘シーンだとこうボコボコボコと戦ってる時にシートがトコトコトコってやられて、本当にこっちが殴られてんじゃないかという感じの、とてもですね、臨場感、実際に自分もその無限城にいるのではないかと感じさせるぐらいの臨場感を味わうことができました。なので 4DX を、鬼滅の刃を 4DX で見るのはとてもありだと思います。料金的には2500円なんですけども、見るなんか鬼滅の刃なんかトラック走ってる。すごいね。鬼滅の刃の感想を喋っている私のすぐ横で、鬼滅の刃をもう装飾をデコレーションした、怪しいトラックが走ってます。ということで、ちょっとすごいね。今鬼滅の刃を見てきた人の横に鬼滅の刃のトラックが走っている。面白い。赤田が逆さまだ。炭治郎いる。炭治郎面白い。そしてこの奥に見えるのが、札幌で一番人気の観光スポット、札幌時計台が見えます。今回そっちには私は行きませんけども、で話を鬼滅の刃の感想にすると、4DX のスクリーンで見るととても臨場感を味わえてとても良いですよと。ただし料金が2500円。一つのアトラクションと考えたらいいのではないのでしょうか。なので、もし鬼滅の刃を劇場で見るんだったら、映像と音が良い IMAX で1回見て、そして次はシートが動く 4DX で2回見る、通算2回見るのが、おすすめの鑑賞方法ではないでしょうか。ただし一つ、ユナイテッドシネマ札幌にある 4DX のスクリーンで注意しなければならないのが、4DX のシートがダメなところでございます。というのが、4DX のシート、
座面があって、尻の、背もたれがあって、座面があるじゃないですか。ところが、この 4DX のシート、背もたれから少し離れたところに、お尻のくぼみがあるんですよ。わかります？背もたれから少し離れたところにお尻のくぼみ。だから、そのくぼみの位置にお尻を合わせると、こう、ふんぞり返った感じで、背もたれと背中の間に少し空間が生まれるポジショニングになっちゃうんですよ。で、そんな位置で、その疾走する衝撃のある動くシートで映画を3時間見ると、もうケツが痛くなるんですわ。だからといって、じゃあその背もたれに背中を合わせると、今度はこの座面のくぼみのところが太ももの付け根が来るという、本当におかしな作りになってるんですよ。なぜこんな仕様なのか、私調べました。なんとですね、ユナイテッドシネマ札幌で使っている 4DX の製造元というかメーカー、韓国でした。だからですよ。ね。なので、私前からですね、このユナイテッドシネマ札幌の 4DX で見るときは、必ず、クッションシート、椅子用のクッション、薄い低反発のクッションをケツに敷いて、それで 4DX を見るようにしています。今回もそうしました。そして帰るとき、そのクッションを置いたまま一回スクリーンを出て、忘れたと思ってすぐに取りに行った。こういう感じなんですけども、4DX はとても動きがあって面白いです。ただし、ケツが痛い。それがこの 4DX の欠点ではないでしょうか。なので、これからもし、4DX、鬼滅の刃を見ようと思っている方、ぜひとも 4DX で見てください。また、通常のスクリーンで鬼滅の刃を見た方も、もう一回、今度は 4DX で見てください。ただし、予約は取れないですわ。はい。で、私、ユナイテッドシネマのポイントカードを持ってるって前の動画で言ったじゃないですか。で、会員だと、上映開始の3日前から座席の予約できるんですけども、私もですね、その3日前の、夜9時から開始なんですよ。3日前の。で、その瞬間からもうネットのつながりが悪くてっていうか順番待ちになって、取れたと思ったらもうほぼ満席。で、その日、今日ですね。今日は、3スクリーン、3回上映あるんですよ。ユナイテッドシネマで。ところがもう、その日の3日前の段階でも3回上映が全て埋まってしまったという感じで、4DX はもうとても大人気の今状態になってるんですよ。ぶっちゃけもう通常のスクリーン減らして、鬼滅の刃の 4DX の上映回数を増やすとか、あとはその今やってる他の映画の 4DX は打ち切って、もう 4DX は朝から晩まで全て鬼滅の刃にした方がはっきり言って儲かりますわ。と思いました。そんなわけのわかんない映画でね、1回上映使って、入ってるお客さんが20人とかよりも、あそこ1回100人なんですよ。2500円の100人で1回上映で25万儲けられるんですよ。だったらそれをもう朝から晩までもうエンドレスじゃない。もうすぐに上映してしまった方が、映画館としては儲かるんですけどね。そこら辺はどうなんでしょう。ということで、大沼、まさかの鬼滅の刃を3回見たという動画でした。いやー、面白かったわ。ということで、ただいまの時刻は、午後1時17分。本日は朝9時に、札幌ファクトリーについて映画を見たという感じです。お腹も空いたので、何か
昼飯を食って帰ろうかな。今日は何を食べて帰ろうかな。お待たせいたしました。柔らかチキンと野菜の3番中華です。シャミデムライスです。紙袋お使いですか？だけだ。すいません、ラッシーお願いします。